皆さん、伝統的な郷土料理って聞くとどんなものを思い浮かべますか？大抵は何百年も前から代々受け継がれてきた古き良きレシピみたいなものを想像しますよね。でもちょっと考えてみてください。もし私たちが伝統だと信じているものの起源が実はごく最近の科学によって生み出されたものだとしたら、それって偽物なんでしょうか？それとも科学の力で本当の意味での村の魂を作り出すことってできるんでしょうか？今回はそんな私たちの常識をガラッと覆すものすごく面白くて驚きのストーリーを解説していきたいと思います。この謎を解き明かすために、まずは長野県にある青木村の息を飲むような秋の風景を思い浮かべてみてください。三方を雄大な山々に囲まれた本当に自然豊かな村なんですけど、そこに見渡す限りの白いそばの花がまるで雪伝ように広がっているんです。でもただの白いお花畑じゃありません。よく近づいて見てみると、その白い花々の間にハッとするような茜色、つまり燃えるような真っ赤な色に染まったそばの実がまるで宝石みたいに輝いているんですよ。これ、日本の他のそば畑では絶対に見られない本当に魔法のような光景なんです。で、この不思議な新久保のそば、実は立ち茜っていう名前なんです。この名前がまた秀逸でして、このそばのユニークな特徴を完璧に表しているんですよね。そば農家さんにとって一番恐ろしい悪夢って何だと思います？実は風や雨で茎がバタッと倒れてしまう倒伏なんです。一年の苦労がパーになっちゃいますからね。でもこの品種は激しい風にも力強く立ち向かって絶対に倒れない。その並外れた強さから立ち、そして実が熟す前の一時期だけ見せるあの信じられないくらい美しい茜色から茜、つまり農業科学がもたらした強さとこの圧倒的なルックスが一つの名前にギュッと詰まっているってわけなんです。さて、こういう山深い村の風情ある郷土食って聞くと、普通は村の長老たちが何世紀も守り抜いてきた幻の在来種とかって思いますよね。代々門外不出の秘密の種みたいな。でもここからが大どんでん返しなんです。この青木村を代表する有名なそば、実は長野県の農業研究機関っていう最新設備が揃ったピッカピカの研究室で生まれたものなんですよ。しかも2010年に品種登録番号195245号として国に登録されたばかりの超現代的な農業発明なんです。いろりのそばじゃなくて白衣を着た研究者たちの手によって誕生したっていうこのギャップ、めちゃくちゃ面白くないですか？じゃあどうして科学が生み出したこの新しい種が村の魂と呼ばれるまでになったのか、ここが今日の一番のポイントです。実は研究室という生物学的な誕生地と青木村という文化的なふるさとの間には決定的な違いがあるんですね。確かに研究機関は素晴らしい DNA を持つ種を開発しました。でも種って土にまかれただけじゃただの植物ですよね。青木村の人々はこの種に心底惚れ込んで村全体でものすごい情熱を注いで育て上げたんです。実際長野県内でもこの立ち茜を地域ブランドとして唯一産地化したのが青木村なんですよ。科学が強靭な体を上げ村の人々がそこに魂を吹き込んだ、そういうことなんです。この情熱がどれくらいのスピードで結果を出したか、ちょっとこのタイムラインを追ってみましょう。伝統って何百年もかけて作られるものだって思いがちですが、立ち茜の勢い、まるでイケイケの IT スタートアップ企業みたいなんですよ。2009年に研究室で誕生して2010年に登録。そこからたった数年後の2014年にはもう青木村限定の強力な観光資源としてデビューしています。そしてなんと2023年にはあの日本の大都会東京の渋そばのメニューにまで大々的に登場したんです。これってつまり何世紀も待たなくても情熱と戦略さえあればわずか10年ちょっとで確固たる新しい伝統を築けるっていうものすごい証明ですよね。その熱狂ぶりを数字で見てみましょう。500食。これ毎年秋に青木村で開催される立ち茜新そば祭りで用意されるおそばの数なんですが、なんとあっという間に完売しちゃうんです。澄み切った山の空気の中で茹でたてのそばの香ばしい匂いがして大きな鍋から湯気が立っているのを想像してみてください。この新しいそばを求めて長者の列ができるんですよ。もう単によく売れる商品っていうレベルじゃないですよね。研究室で生まれたばかりの種がみんなが並んででも食べたいって熱狂するような一大文化イベントの主役に躍り出た瞬間なんです。そしてさらに驚くべき数字が1000人です。たった2日間のお祭りのために普段は静かなこの小さな山村になんと1000人もの人が押し寄せるんです。村のメインストリートが県外ナンバーの車と観光客の笑顔でパンパンになるんですよ。これ
一つの科学的な発明が文字通り人を村へ呼び込む超強力な磁石になったってことですよね。優れた種とそれを絶対生かしてやるぞっていう村の人たちのエネルギーが合わさると、過疎化に悩む地方の村にこれほどの活気をもたらすことができる、本当にワクワクする話じゃないですか。じゃあなんでそこまで人を引きつけるほど美味しいのか。それはタチアカネのあの爽やかな香りとほのかな甘みが単なる種の DNA だけでできているわけじゃないからです。研究室がくれたのは言ってみれば最高の真っ白なキャンバス。そこに傑作を描くのは村の自然と職人技なんです。その年の天気とか青木村特有の澄み切った地下水、摩擦熱を抑えるこだわりの異臭素成分、風味を引き出す絶妙な配合、そして何よりそば打ち職人さんの手先の感覚、これら全部の要素がピタッと奇跡的に合わさって初めてあの最高の一杯ができるんです。まさに自然と人間のフルオーケストラですよね。そしてすごいのは、この奇跡の一杯が丼の中だけで終わらなかったってことなんです。この小さな種、なんと村全体を巻き込む巨大なエコシステムを作っちゃったんですよ。地元の農家さんが誇りを持って育てて、それを村の製粉所が丁寧に引く。地元のレストランが新鮮なお蕎麦として出して、さらにそこから香ばしい焼酎とか、お土産にぴったりの乾麺、さらにはスイーツなんかにまでどんどん姿を変えていくんです。これが新しい雇用や利益を生み出して、今や村の経済を力強く引っ張るエンジンになっているんです。一つの農産物が村をここまで元気にできるなんてすごいパワーですよね。さて、青木村で育ったこの新しい伝統はやがて時空を超えて大都会東京へとつながっていきます。この橋渡しをしたのが他でもない青木村出身の偉人、あの巨大な東急グループの基礎を築いた後藤啓太という実業家なんです。彼が残した歴史的なつながりが数十年の時を経て実を結んで、2023年東京の渋そばで都会のビジネスマンたちにタチアカネが提供されることになりました。かつて村から都会へ羽ばたいた偉人のレガシーが、今度は村の新しい名産品を都会のど真ん中へ導く。小さなそばの実が渋谷の喧騒と青木村の静かさをおいしくつないだ、めちゃくちゃドラマチックなお話ですよね。今回の解説の全体を振り返ってみて、すごく心に刺さる言葉をご紹介します。植物の品種が誕生する場所と、その植物が文化になる場所は同じとは限りません。これ本当にその通りだと思いませんか？いくら科学が発展して最強の種を作っても、研究室の中だけじゃ文化は育たないんです。その種に息を吹き込んで毎日大切に育てて、お祭りを企画してみんなに笑顔で振る舞う。そうやって時間をかけて伝統を作っていくのは、やっぱりその土地を愛する人の力なんですよね。科学が可能性を生んで、人の愛がそれを文化にする。タチアカネはまさにその完璧な証拠だと言えます。さあ、このワクワクするようなストーリーの最後に皆さんに一つだけぜひ考えてみてほしいことがあります。あなた自身の故郷や今住んでいる町を代表するあの味って何ですか？そしてその味ってあなたが思い込んでいるように本当に何百年も前からのものなんでしょうか？もしかしたら青木村のタチアカネみたいに誰かのものすごい情熱と努力によってつい最近作り出された新しい伝統かもしれませんよ。次に地元の名物を食べるときはぜひその裏にある科学や人々の熱い思いを想像してみてください。きっといつもの味が何倍も深く美味しく感じられるはずです。